はい、こんにちは。山下夏実です。4月29日水曜日。今日は平塚海岸でスキムボード練習していきました。5時間半ぐらいぶっ通しで多分ずっとスキムやってたかなっていう風に思うんですが、それぐらいね、安定して遊べる波が来てました、後半まで。なので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。最初のこの時間から難易度は高いなりにいいライディングはできてはいたんですけど、後半また波が変化してまた別の波質になっていくみたいな感じで、結構その時間に合わせていい波質が変わってたので、結構いい練習ができたんじゃないかなっていうふうに思います。この辺の時間は流しメインではありつつラップラインも両方来るみたいな感じだったかな。そんな感じの時間だったと思います。ただ全体通すとこのスタートの時間は流し波の割合がちょっと多いかなと思います。こういう感じで軌道修正して当てたりとか、うまく角度を合わせながらかな。これはラップラインかな。両サイド形がいいのは来てるから遊べる感じです。これはフロントサイドライナー側いい感じ。ギャップ越えてラップライン。今日はとにかくこの手前のギャップを1枚越えるっていうのが肝だったかなっていうふうに思います。とにかくそこの難易度が高かった。限界まで膝を脱力させてギャップに対応していく、そういった感じでした。この辺はギャップがない波を狙っていって出てるんですが、いいのを出ようとすると必ずね、これ今手前1枚小さいの超えたんだけど、必ずあったかなっていうふうに思います。これうまい、ナイスライン、いいね。これいいラインで捕まえてラップしっかりかぶってきました。さあここでギャップ越えて、これもラップラインまでしっかり。とにかくこの手前の波を越える、これも越えてます。でライナーかな。最後刺さっちゃった、もったいない。とにかくこのラインとギャップを越えるっていうのが今日はできないとベストライドは出せなかったんじゃないかなというふうに思います。いいですね、これもナイスレールワーク。ゴールデンウィーク初日からかなり難易度の高い練習はしていってますが、いいショアブレイク練習ですね、こういう波は。このギャップを超えた上でえぐいショアブレイクを回すっていう2つを試す感じね。これいいレールワーク、ナイスラップライン。今のレールの入り方素晴らしいね。かなり綺麗にレール入ってたと思う。これはベスポジに感じる。ナイスターン。これもいいターンだね。しっかりレールが入ってる。直近の2つはかなりいいレールワークだったと思う。これはちょうど間の部分スプレーターン、ナイス。ライナー側かな。グラブして板を安定させてコンプリートしていく。ギャップを越えてラップライン横に走って長い、いいね。走った距離長かったね今の。これもいいターン。スピナーまでちょっと刺さっちゃいましたが悪くない狙いだと思う。ギャップ越えて流し側、これも流し側になるかな。
オーリーで降りたかったけど、まあ難しそうだったね、今のは。ちょうど隙間の部分でいいライン。ナイスラップ。これターン良かったね。とにかく今日は、このギャップ越えとレールワークっていうのが、まあ練習項目として一番重要だったかなと思うんですが、かなりレールワークという点に関しては、今日は冴え渡ってたんじゃないかなというふうに思います。特にこのギャップとかデッドウォーターが混じった時のレールワークってとにかく重要なんで、その中でしっかり綺麗にレールを入れてターンできるかっていうのは重要かなと思います。さあギャップ越えて、これうまい具合に前でしたね。ブレイクする位置が悪かったからあんまいいライディングではなかったけど、いい狙いだと思う。さあダウンザライン長いナイスライド。いいですね、このラップも。とにかくこのレールの入れ方がいい感じだね。とにかく目線ですね、このレールワークをやるには。まずはレールワーク意識する前にまず目線の方向に絶対スキムの進行方向へ行くので、行きたい方向に対して必ず目線を向けてあげなきゃ始まんないですね。鋭いターンとかをするにも。で、今日は結構このパワーゾーンが見た目以上にワンピークというか狭い範囲にしかパワーを拾ってなかったので、特にこの一発で素早くターンするっていう技術は必要だったかなと思う。まあこの辺から干潮が過ぎて上げ始めてきたんですが、先ほど言った通りちょっと波質がこの辺りから変わってきて、ラップメインですね、見ていただければわかるかなと思うんですけど、この辺りからラップ側がメインになっていって、特に先ほど喋ったレールワークっていうのをより意識しながら練習していったかな。でこの辺は結構レールをさっき1点で素早く回すように意識はしてたんですが、緩い波もあったので、そういう波はこんな感じで合わせながら回してあげるようにしてた感じです。全体が緩い波の時とかはそういうターンの方が噛み合うことが多いので、逆にこういう波ですね、1点にしかパワーがない波はラップでも流しでも素早いターンが重要になってくる。これちょっとつま先側に軌道修正してポジション合わせましたね。少し左側に寄っちゃってたからうまく合わせていったな。これもいいライン。このターンね。でスピナーまで。今のレールの入り方もかなり良かったかな。今日の中でも今のレールはかなりいいと思うな。テイクオフ。このスムースなターンでしっかりラップまでギャップ越えて軌道修正ターン。このターンもかなり良かったんじゃないかな。このレールワークめちゃめちゃいいですね。今日はとにかくこのレールワーク冴えてたかなと思います。ポジションさえ合わせれば、レールワークがあれば確実に乗れる条件ではあったかな。さあこの180うまいですね。ちょっとレールが抜け気味だったからそこから飛んで180に持ってたかな。テイクオフ、ギャップを超える直前にパンピングに戻してラップライン。いいね。しっかりかぶってってる。これはスピナー入れてスープになっちゃってたから、そこでリッピングスピナーをかけていった感じ。さあこれギャップ超えてうまい。ナイスターン。チューブにはならないからそのままボードキャッチでコンプリート。
今のパンピングして軌道修正も入れてましたね、今の。このレールワークもいい。波がちょっと形が悪いんですが。この辺りはもう完全潮がある程度乗ってきて、ラップオンリーって感じになってました。今日だけでもかなりのラップの本数決めたんじゃないかなっていうふうに思います。これはナイススプレーだね。ちょっと小波で開いてる場所に当ててスプレーターン。パンピングからのサイドウェイで最後ラップ。この辺りはもうほぼラップオンリーな感じかな。ナイスターン。ギャップを越えてゆっくりとしたターンでしっかりかぶっていく。いい感じ。この合わせ方めちゃめちゃいいね。これもうまい。ナイスターン。で、この辺りは先ほども喋ったんですけど、潮が乗ってきて、より波は分厚くなってきたんですが、巻く位置がかなりドインサイドになってきて、レールワークっていうのが先ほどよりもより求められる感じになったね。ナイスラップ。今のいいね。一発の素早いターンが特に必要になってたかな、この時間は。いきなり掘れてくる感じだったので、こんな感じで。先ほどと違ってゆっくりとしたターンだと落とされてしまうことがあったので、しっかり後ろ足を支点に一気に回してあげる。今のちょっと抜けちゃってたからポジションも悪かったっていうのもあるんだけど、最後エアで前出ましたけど、必要とあればこういう感じで軌道修正を入れつつ、こんな感じでね、こういうターンが求められる。で、ギャップもね、条件としてあまり変わってなかったから、この時間はかなり難易度高かったんじゃないかなっていうふうに思います。乗れる人なかなかいないと思う。ギャップ越えの技術とレールワークの技術、まあ特にレールワークの技術かな。どちらか一つは最低限ないと乗れなかったかなと思います。これでね、軽く足痛めたんですよね、足首。今のオーリーで。変な着地ではなかったんですけどね。悪くはなかったんだけど。今のワンイーテもあんまり踏ん張り効いてないですね。ただ、しっかりテール、それでもテール踏んでこういうラップを狙っていく。まあそういった技術ですね。とにかくテール踏んでうまく合わせていく。そういう技術が必要だったかな、間違いなく。これもえぐいんだけど、この回し方ね。ぜひこれをちょっと見て、皆さんのちょっと参考になればいいかなっていうふうに思います。今日はかなり難しい波ながらにいい練習ができて、久しぶりにサイズやってよかったかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。